ソロホタソロホタよララララララどうも、こんにちは、ひよりと申します。この度動画を撮ることにいたしまして、で、今 YouTube に載っけようと思っております。この状態では載っていると思います。私は20代の女なんですけれども、ちょっと同年代と趣味が違うんですね。で、例えば好きなものが市町村であったりとか、あとは名字のルーツを調べることがものすごい好きであったりとか、とにかく地方系がものすごい好きで、でもなかなか同年代にいないんですよね、そういう趣味の方が。で、大学でも一応地理ですとか民族学をやってたんですけど、ちょっとあまり趣味の合う人がいなかったので、ちょっと YouTube というそのメディアを通して同じ趣味の方とつながれたらいいなと思ってこの度投稿してます。趣味で人とつながるには Twitter の方がいいんじゃないかと思われる方も結構いらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとYouTube もやってみたいというか、私が始めたらどんなもんなんだろうと思ったのもあって、今回は YouTube を選択しました。すみません、ちょっと顔が今の状態では出せないんですけど、花笠です。これか、山形の花笠。逆だこの見てください、山形の花笠と書いてあります。動画の一番頭で歌ってたのもその花笠音頭の歌でございます。今年の初めにふるさと祭り東京というイベント、地方の物産展が東京ドームでスケールでかくやっているイベントなんですけど、それに行ってきて、でもらってきたものだと思うんですね、確か。あと今着てる T シャツなんですけど、これ見てください、徳之島の T シャツなんですよ。徳之島、知ってます？徳之島、南西諸島といって、鹿児島から沖縄にかけての海に、いくつか島があるんですけど、その中の一つ、奄美大島の南西あたりに人口2万ぐらいの徳之島っていう島がありまして、でこちらの島にちょっと大学生時代の時にインターンに行ったことがあって、そのご縁でいただいた T シャツなんです。それでちょっと表そうかなと思ったんですよ、地方愛を。それで今ちょっと全然地域違うんですけど、地方がすごい好きなんだっていうアピールを外見で示してみたという次第でございます。今気づいたんですけど、私寝癖がすごいですね。起きたばっかりというわけじゃないんですね。今3時、こちらの時間軸で3時36分なんですよ。今日仕事が休みなので、今平日の貴重な休みをこういうことにたまには使ってみようかなと思って時間を費やして撮っているわけです。でもちょっとね、あらが目立っちゃうね、やっぱり。この時期だから外もあまり行けないし、で今台風が来てる時期なので、ちょっと外見を控えて家に引きこもる生活をずっと続けてるんですけど、仕事は行くんですけど、なのでちょっと美意識が足りてなかった。同年代の若い女性に比べて美意識があんまりない方だと思うのと加えて、コロナもあって台風もあってやらかしちゃいましたね、初回から。ただ元から顔出しは最初からはしないかなと思ってたので、花笠で隠そうと思ってたので油断してましたねあとお分かりだと思うんですけれども、声もちょっと高くしてます。早送りすると声が高くなるかと思うんですけど、地声こんなんですよ。こんな感じなので、もうちょい聞きやすい声にすべく早送りをしています。本題なんですけど、これからどのような動画を出していきたいかという予定をこれからお話ししますが、やってみたいことっていうのが私のパソコンのメモに入っています。見ながらじゃないと話せないので見るんですけど、旅行単体で書かれてるんですけど、私結構旅行がすごい好きなんですよ。地理好きだし、小学生時代にちょっと親の転勤があって関西の方に引っ越して、でその時期に関西とか四国、中国地方、西日本を主に旅行することになって、それで関東と関西の差ですとか幼ながらに面白かったことなので、それから地方に関してすごく興味を持ったんですね。これ話すと20年ぐらいかかるのでちょっと控えておくんですけど、私が一番熱を持っている旅行という行為をしながら、あるいはした後にどの地域がどのような特色を持ってたか
観光するのにはどのような場所が良かったかとか、皆さんにお話ししたいなと思います。あと女性の旅行系 YouTuber ってあんまり知らないんですよ。私がちょっと不勉強なのかもしれないんですけど、ちょっと女性の視点から見た地方というものにもぜひお話ししたいと思いまして、あと私地域活性化に興味を持っていて、今に住んでて、で出身もで、その親の転勤で関西に過ごした4年間以外はずっとにしか住んだことがないので、地方移住はかなり不安はあるんですけど、いつかしてみたいことの一つで、移住した先で地域活性化に関われたらすごく嬉しいなと思っています。なので本当に実体験からは語れないんですけど、地域活性化ですとか地方創生とか、そのようなことに皆さんにも興味を持ってもらえるようにお話できたらいいなと思います。あとは冒頭にもあったように、民謡を歌ったり踊ったりして各地のその文化を感じることができたらいいなとも思いますし、同じように、郷土料理とか B 級グルメを作ってみるとか、私この前山形のだしっていう郷土料理、みょうがとかきゅうりとかナスを生姜みりん砂糖とかに浸した料理で、すごくさっぱりした風味なんですけど、ご飯とかそばにかけるとすごい美味しいので作ってみたりして、ちょっとそれは動画撮ってないんですけど、もしそのだしもそうですけど知らない人がいたら、ぜひその地方にはいろんな文化があるんだよってことをちょっとしつこいんですけど伝えたいなと思って、これもやりたいことリストに追加してあります。あと各地のイメージを語ってみる。これ最悪な場合偏見を語ることになってしまうので、すごく注意が必要だと思うんですけど、この人はこういう性格の方が多いとか、県民性ってあるじゃないですか。そもそも私が地理入ったのも県民性の漫画なんですけど、そういうものであったりとか、郷土料理、民謡、建物、あと重要伝統的重要伝統的建造物群保存地区のことであったり、お城のことであったり、もう本当にいろんな観光地があると思うんですけど、その観光地ですとか、その地元の人々であったりとか、結構勉強してると思うんですね。すいません、ちょっと出しゃばっちゃったんですけど、そのようなイメージを語ってみたいですね。あと、そうだ、私47都道府県2年前に制覇したんです。宮崎県が最後でしたが、自慢になっちゃったらすごく申し訳ないんですけど、各都道府県各地の思い出を語ってみたいです。あとはコレクションですね。観光した地域でどんなお土産を買ったかとか、結構そのお土産にもコレクションしてるものがあるんですよ。ご当地キーとかちょっと恥ずかしいんですけど、そういうのもお見せできたらいいなと思っております。では、こんな感じでもうすごい地方のことばっかり話されてうんざりって思うかもしれないんですけど、このチャンネルでもよかったら見ていただければとても嬉しいです。できたら皆様にも地方とか観光とか地域活性化に興味を持っていただければ、これに勝る嬉しいことはないだろうと思います。あと他にもいろんな趣味があるので本題からそれるかなと思うんですけど、上げてみたいと思いますので、どうぞ温かく見守ってください。それではひよりチャンネルよろしくお願いいたします。バイバイ。